H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。タオシンへようこそ。こんにちは、みんな。私の名前はタオシンです。台湾は本当に便利です。コンビニはたくさんあります。数歩くごとにスーパーマーケットが見えます。時代の変化とともにサービスも多様化しています。ハンドドリンクでもお支払いいただけます。本当に店員さんは万能だと思います。お疲れ様でした。冬休みがやってきました。スーパーにアルバイトに行く学生も多いと思います。今日は夜食を買いに夜中にコンビニに行く人も多いのではないでしょうか。ダウジングがコンビニの夜勤に関する4つの超自然的な話をします。あなたがよく行くコンビニではどんな超常現象が起きていますか？今日の話はスーパーナチュラルコミューンから来ています。次の物語はダウジングへの一人称で語られます。10代の頃、コンビニで働いていたのを覚えています。私は店長と同じ地域、同じ建物に住んでいたので、店長との関係はとても良好でした。欠勤を補うためにチャットもよく行われます。夜勤で助けが必要な時にスーパーマーケットに出会いました。コミュニティの正面玄関の隣で夜勤をするのは初めてでした。夜中の2時頃でした。おでんまんじゅう製造機の掃除をしていました。その時、突然倉庫の扉が開いた。それについてはあまり考えませんでした。ちゃんと閉めてなかったのかと思って、近づいて閉めたら、倉庫の階段でおっさんが咳込む音が聞こえた。この時はまだあまり気にしていませんでしたが、隣のコミュニティには警備員とよく雑談したりお茶を飲んだりするおじいさんがロビーにいたのです。私は本当に彼が寝ていないのではないかと思って、またおしゃべりしました。ちょうどドアを開けようとした時、階段の方から子供の笑い声が聞こえてきました。今回は本当にちょっと恥ずかしかったです。私は飛び起きてドアに駆け寄りました。倉庫に行ってみると、階段の間が空洞になっていました。普段は壁とぐずしか見ないんですが。しかし、私は穴の中に老人と2人の子供を見ました。彼らは彼らを見ていました。私には頭が3つあるだけで、体は私を見ていませんでした。私は叫び、声を上げて店を飛び出しましたが、ちょうど巡回から戻ってきた警備員とぶつかるところでした。それで私は朝の6時までロビーにいました。警備員は私が店の世話をするのを手伝うために何度も行ったり来たりし続けました。気分が回復するまで戻りませんでした。私はまだ終わっていない仕事を始めるために店に行きました。翌朝、店長がモニターをチェックしたところ、私の異変を発見しました。私たちの店は近くの別のフランチャイズ店からそれほど遠くありません。この店の店長自身も仏縁がある。少し前まで彼の店にもそれがありました。その汚い男が問題を起こし、従業員が憑依の疑いで交通事故に遭いそうになったので、店内に旗を立てるよう呼びかけた。この事件は私たちのスーパーマーケットで起こりました。実は彼は店長が探しに行く前に当店に来てくれたんです。彼は私たちの店長に何かあったことを言いましたか？神様は私に敷金を持ってくるように言われました。まずは2階の事務所に置いてから私に返してください。それでうちの店は大丈夫でした。後で知ったのですが、夜勤をしていた人は夜勤の人でした。ある時、女の子の友達2人が職場に来て、このような態度を取りました。2人の女の子はとても奇妙な行動をしていました。彼らは実際にコンビニでカウンターの前の床に直接横になって寝ていました。彼らは夜中に突然やってきて泣き叫び始めました。モニター画面は2人の酔った狂人のように見えた。内側がクレイジー。疲れると子供のように床に横になって寝ていました。途中、カウンターに飛び乗って踊ったりもした。翌日の夜勤を引き継ぐのは私でした。あの2人の女の子もここに汚いものを持ってきました。事件後、私は店長から1週間の休暇を与えられ、仕事に戻りました。それでも時折夜勤を手伝いましたが、その後も奇妙な出来事には遭遇しませんでした。
しかし、それほど幸運ではなかった人もいます。去年の冬のある日、私は夜勤をしていましたが、それはとても特別な日でした。外は寒くて大雨が降っていました。午後2時頃、カタカタとドアが開いて男性客が入ってきたので、いらっしゃいませと声をかけた。この客は私のところにやってきて、セブンスタータバコを一箱くれと頼みました。タバコを吸おうとして振り返った時視界の隅に女の子が隅っこでおにぎりを見ながら、さっきまでこの男の子しか入ってこなかったのになぜ女の子が入ってきたのかと不思議に思っていた。今は気づかなかったみたいです。心の中ではこんなことを考えていました。タバコの準備ができると、男性客はチューインガムのパックを取りに振り返った。私はいつもモニターを見上げていましたまたは私の頭の上に、この女の子がすでにそこにいるのが見えました。おにぎりを選んだ後、私はこちらに向かって歩きました。この時、すでに男性客が私の目の前に立って支払いを待っていました。私はこの女の子がゆっくりと動いているような奇妙な歩き方をしていることに気づきました。もう一度モニターを見ると、彼女の姿が見えました。足もなかったので、浮いていました。この時、私はとてもパニックになりましたが、彼はすでに男性客の後ろに浮かんでいました。彼は左手におにぎりを持ち、私を見て会計を待っていました。たまたまその男性客が宣言札を手に取ったのだ。慌てて高額紙幣を探すと、男性客がゆっくりと財布を取り出し、ゆっくりと紙幣を入れていきました。私は怖くてどうしていいかわかりませんでした。私は目の前でボードを開いたので、顧客が何をしているか気にすることができませんでした。私はすぐにドアから飛び出しましたが、顧客はまだ何も言いませんでした。彼は私を不可解な目で見て、私が気が狂ったのではないかと思いました。それから私は外のカウンターの前に立っていた女性のラピャオに目を向けました。もう一度入る勇気はありませんでした。新聞配達の人が4時頃に来るのを待って、思い切って戻りました。帰国後数日間高熱が続いたので、清水農民協会の隣にあるスーパーマーケットの仕事を辞めました。その後、文新日三段隣の輸入車を扱うスーパーマーケットに行き、仕事を続けました。コンビニには、たくさんのお客さんがいます。毎日午後4時頃、スーツとネクタイをしたサラリーマンが入ってきます。彼は入ってくると、すぐに新聞コーナーにしゃがんで、新聞を読みます。実際、私たちはモニター画面で彼を見つけて、ある商品を補充しようとした時まで、それが普通だと思っていました。荷物を持って歩いていくと、そこには誰もいないことに気づきました。とても驚いたので、急いで同僚にあなたのことを話しました。一緒にモニター画面を見ました。男はあそこでまた競争していた。そこには誰もいなかった。私たちはとても怖くて何も言えませんでした。翌日、私たちはそのことを店長に話しました。店長は私たちにストラップを洗い流してなかったことにするように言いました。しかし、夜勤で働いていた同僚はそれほど幸運ではありませんでした。毎日、補充が必要な午前2時か3時に、倉庫の入り口に少年が座っていました。何もしなければ、ただ同僚を見つめるだけです。ふと思うのですが、大学に通っている男性の同僚は学費のために働いているのでとてもかわいそうです。どんなに怖くても、商品を移動するために目を閉じて入って、すぐに走り出さなければなりません。ピアオはいつも朝の5時頃に私を出て行きます。前回おにぎりの女の幽霊に怯えて以来、私は深夜に外出することはなくなったので、二度とそのような目に遭うことはなかったのですが、友人は違いました。この物語は私の友人の物語です。軽量鉄骨天井は誰もがよく知っているはずです。よくわからない方のために、軽量鉄骨について少し説明させていただきます。軽量鉄骨フレームの各フレームは安価で速く、全体的に耐火性があるため、天井から一定の距離だけ離れています。性能が良いため、ほとんどの商業空間ではこの種の天井が使用されています。その日、私はいつものように仕事に行きました。
コンビニで夜勤をしていたのですが、場所が僻地であまりお客さんがいませんでした。午前2時か3時頃、私はあまりにも退屈だったので、何も知りませんでした。何をする？会社に行って昼寝をしようと思っていたところ、天井から足音が聞こえてきました。でも、天井には野良猫がよく入ってきて隠れるので、今はあまり考えていませんでした。その後、足音が少し不快に感じました。その夜、私は店のステレオが壊れていたので焦りました。店内は驚くほど静かでした。天井には野良猫が走り回っているだけだった。バン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 。退屈だったので懐中電灯を持って天井にいる猫を見てみました。商品を移動させていただきました。箱を踏むと頭で寄せる高さになりました。頻繁に発生していたバタンという音は踏んだ瞬間に止まりました。混乱して懐中電灯で辺りを見回していると、私の左前肩の視線に向かって突進してくる影が見えました。かつては青猫ほどの大きさの影だった。私は猫奴隷なので嬉しくてじっくり観察したくなりました。突然、甲高い女性の声が私の耳元で見ないでくださいと言った。私は耳元で一緒に遊ぼうと囁きました。私は怖くて床に倒れてしまいました。足の爪が傷だらけになってしまいました。私はお客さんが入ってくるまで店内に座ったり、外に座ったりする勇気はありませんでした。私は彼の後を追って入店しました。お客さんは私をとても不思議な目で見ていました。彼が私を見たとき、私はそれを真剣に受け止めませんでした。ある常連さんが来た時だけ、彼は私にこう言いました。彼は私にとって初めてでしたか？そうでなければ、なぜ私はあなたに執着し続けるのでしょうか？私がそう言いましたか？彼は言いました。大丈夫、私は自分に言いました。翌日、私は店長に仕事を辞めることを伝えました。本当の理由は今でもあえて言いません。常連さんから言いようのめ、と聞いて対応に時間がかかりました。行ってください。夜は怖いことがたくさんあるように見えますが、実際には全てがそうではありません。例えば、最後の話は何年も前ですが、私がコンビニで夜勤をしていた時、夜中の3時によく常連の警備員が缶を買いに来ていました。コーヒーを買うと、うちのスーパーでも同じ席に座って、同じタイミングでコーヒーを飲んでいたので、とても感動しました。しかし、彼は長い間現れませんでした。ある夜の3時、向かいのビルの電動ガラスドアが開きましたが、そこには誰もいませんでした。私たちが店を出てすぐに、店のドアがガラガラと音を立てて開きました。その時、缶コーヒーが置かれていた冷蔵庫から、パンパンという音がした。洗濯機を洗い終わったので見に行って考えました。何が起こったのかを話していると、冷蔵庫のガラスにいくつかの明らかな指紋がついていることに突然気づきました。朝、シフトを引き渡すとき、私は店長に尋ねましたが、なぜ店長が昔の警備員をしばらく見ていなかったのか疑問に思いました。店長によると、向かいのビルの住人によると、1週間ほど前、警備員の老男が夜間勤務中に心筋梗塞を起こしたという。彼は朝になってやっと発見されました。その日、家に帰って長い間考えました。本当に人生は無常だなぁと思い、夜仕事に行ったら2時50分くらいでした。15分でコーヒーを買いました。午後3時ちょうどに電気ドアがさらに2回音を立てて開きました。それが開いた瞬間、私は叫びました。先生、あなたのコーヒー、私はあなたのために開けます。そして私は席に座っていました。案の定、二度と聞くことはありませんでした。冷蔵庫がカタカタと音を立てた。この時、電動ドアが再び開き、すぐに再び閉まりました。そして向かいの建物の電動ドアに目を向けた。開いたけど、誰も入ってこなかったし、誰も出てこなかった。ということで、購入のお手伝いをさせていただきました。およそ1ヶ月前の、ある夜。私が出勤すると、店長が机の上で予約注文のカタログを開いた。
それはたまたま、老警備員が娘に買いたいと言っていたリトルベアフェレロロシェの花束だった。価格を見て、私はとても世間知らずでした。十分高価でした。3時に電動ドアが開き、私も同じようにドアを開きました。私は先生に電話して自分の席でコーヒーを開けました。今度は冷蔵庫から音はしないものの、ドアは開きませんでした。一晩中誰かが後ろから見ているような気がして耐えられませんでした。5時頃に買い出しを手伝った。商品は以前警備員のおじいさんが私に言った言葉を小さなカードに書いて取りに来たご家族に渡しました。というのは、私は以前、年配の警備員が家族のために物を買うのを手伝ったことがあったので、チェックアウトした時もデータがまだ残っていたからです。会計を終えると電動ドアが開きました。なんと、アーピオは他人を利用できることが判明した。それからしばらく経ったある朝、店長がそれは娘にあげたと言いました。ところが夕方になって先方が来たいと言いました。感謝の気持ちなどを伝えたかったのだと思います。その夜、母が高校生の娘を連れて遊びに来ました。私は彼らに夕方3時までいてほしいと頼みました。彼らがコーヒーテーブルの両側に座って、年老いた警備員とよく話してくれることを願っています。彼らはうなずいて同意した。母は3時に到着した。娘は空中に向かって、おじいちゃん、もう帰る時間だよ、と言いました。仕事を辞めてから長い時間が経ちました。娘は空に向かって、お父さん、よく頑張ったね、と言った。私たちは皆、あなたを愛しています。母と娘が話した後、自動ドアの開閉はなくなりました。嬉しいことに、1ヶ月後請求書を確認すると、コーヒーやギフトに使った金額と全く同じ額の商品が当たりました。物語は終わります。タオシンはスーパーマーケットの店員全員に改めて感謝します。コンビニエンスストアがなぜスーパーマーケットと呼ばれるか知っていますか？店員が超人だから。電子レンジをかけたり、コピーしたり、補充したり、コーヒーを作ったり、ドリンクを振ったり、スープを茹でたり、麺を茹でたり、卵を茹でたり、アーピオの対応をしたり。本当に立派です。視聴者の友人の中にスーパーマーケットで働いている人はいますか？忘れずにメッセージを残してください。今日の話はここまでです。ふるって投稿をお願いいたします。私の名前はタオシンです。次回を愛しましょう。